どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおげんです。野球のポジションのフライの位置でフライパンを上げてそれをそのまま射出した時の名称を答えよという。どうですか？ピッチャーフライ。答えまで考えてなかったわ。じゃあやめようこの挨拶。挨拶じゃねえし名乗ってねえし最終名乗ってね。まあいいや、ということで。よかったの？いいよもう。じゃあこの辺になんか出しといてテロップで、こっち側にいる人はさやです。ということで今回ですね、こちらでございます。なんだけど誰でしょうか？せーの、のこのこのこ。鹿の子の子とかじゃない。のこのこの子。これのこのこのこ、虎視眈々というわけです。そういうことですね。はい。やかましい。ということで今回こちら使うなってこれひらがなに書いておいていただけないとややこしいんですけれど。いやゲンさんがね使うなって書いといてって言われて。ということで今回やっていく企画はこちら。世界でたった一人の人物だけが使えない復讐の黒い絵の具とオレンジでお絵かきしてみた。多分犯人はあいつですきっと。あいつですか。ということで、はい、どういうことなんですか、復讐？すごいね、物語なんですよ。やめてください、そんな。まあ物語というか、トラブル。復讐は何も生まないけどスッキリするんだっていう話があるじゃないですか。そういうことじゃないよ。あ、でも実際そうかもしれない。そんなことがあったんです、実は。何それ、はい、先に出してしまうと今回使う画材は、こちらですよ。あれこれ懐かしくないですか？これ見たことある方もいるんじゃないですか。だいぶ昔の夏目さんちの動画に出ていた、これ世界一黒い絵の具。ブラック 3.0。 これ本当に光の反射率が極端に低い真っ黒な絵ね、なんかそこだけ本当になんか穴開いてるみたいになってる。そう、っていう絵の具なんですよ。でそして今回もう一個輸入したのがこちらね。いい笑顔。めっちゃいい笑顔。これが世界一オレンジ色の直視禁止のオレンジ絵の具。直視禁止？こんなやつ目かっぴらいでさ、すごい笑顔で見てる。太陽が溶けたような最強のオレンジ。あ、ほぼ太陽みたいなもんだから直視したらあかんよってことか。っていう絵の具。なんで前回これも使ったのにまたこれ持ってきて何をすんねんって話なんですけど、この動画が出た時のコメント欄で言った人がいたんですよ。世界一黒い絵の具はそれじゃなくてベンタブラックってやつじゃないんですかって言った方がいたんですよ。あ、はい。おおむね正解なんですよ。でそこに物語があって、今回僕たちがこれを紹介する理由がありまして、紹介した当時はそのエピソード僕知らずに使ってたんだけど、そもそもこのベンタブラックっていうのがどこが開発したかというと、サリーナノシステムっていうところが、工業系のものを開発するね会社があるんですよ。そこの会社が開発した完全な黒に近い塗料っていうのが出たの。すごいね。世界一黒いラスボスとかが求める最終形態みたいな。確かに。っていうのが生まれまして、それがベンタブラックってやつね。2014年にそのベンタブラックっていうのを開発して、さらにこう改良を重ねていくんですよ。どんどんすごいぞこの絵の具ってなって話題になったんですけど、それが2016年にアニッシュ・カプーアっていう現代芸術家、彫刻家メインの方なんですけどに独占されてしまう。サリーナのシステムとアニッシュ・カプーアが独占契約を結んでしまうんです。あ、じゃあその最強の黒と言われたやつはその人しか使えなくなっちゃったってこと？世界でアニッシュ・カプーアだけが使える絵の具になっちゃったっていう。でなんかその人がもともと見る人に対してこう視覚的な空間的なこう空虚な空間を表現するみたいな、そういうアートがあって、ベンタブラックを使ってめっちゃもうブラックホールみたいな、もう展示がもう真っ黒でとんでもないなんかこうさ恐ろしい違和感のある空間になるわけじゃん。金沢21世紀美術館にも展示されてる作品で、そういった感じの空間的な作品。日本にあるんだ、その方の作品。なんていうの、この空虚感を与える作品っていうのが飾られてて、その人が独占したとに対してブチ切れた人たちがいっぱいいたんですよ。いろんなアーティストとか、いろんなメディアからもめちゃくちゃ批判が起きて、その中の一人のアーティスト、スチュワート・センプルさん、っていう方がですね、そこに皮肉のように対抗して、世界で最もピンク色のピンクっていうのを作ったんです。ピンク。そうでめっちゃピンクってことで、ポプラさん大歓喜。もうポプラさん大歓喜。ポプラさんが喉から手が出るほど欲しい絵の具ができた。ポケモン仕入れたのね。で今回それ欲しかったんだけど、それが今のところ届かなくて、ただこっちが先に届いて、そのピンクを開発したのスチュアート・センプルっていう方がすごい条件をつけたんですよ。購入する時の条件、アニッシュ・カプーアとその関係者ではないことを
証明してください。すごい。とにかくこの世界でアニッシュカプーアだけは使うなっていうはい条件でウェブ販売をしたと。カプーアさんはもちろん買えないけど、はい代わりの人が買ってそう渡すのもお前絶対ダメだぞっていうのをチェック入れさせられるの。すごい。買う時にそれに対して今度カプーアサイドが、カプーアの名前を使った売名行為だっていう批判があって、逆にカプーア自身もインスタで、うんうんそのシチュアートセンプルのそのピンクの絵の具、うんうんうんこれ画像出てると思うんで、これね、この絵の具に対して中指をつけた画像を投稿して、なんかレスバみたいな感じ始まって、っていうアーティスト同士のこうバチバチした感じが起こった後に、はい、さらにスチュアートセンプルはこれですよ。じゃあ書いてある。よく見たらここにスチュワートセンプルって書いてある。でもっと言うとこの間のアイス絵の具もそうです。あのアイス絵の具もカプーアさんは使えないの？一応ね、そこのチェックボックスはなかったんだけど、サイト全体を通してカプーアさんに対してのバチバチ感はあるからまあ正直使ってほしくないんだと思う。これブラック 3.0 なんですけど、これ前身であるブラック 2.0 とかを開発してるわけよ。僕がこれを買ったのが2年前なので、今サイト見たらバージョン 4.0 でした。大進化しとる。もちろん使いなさいカプーアさんははいっていうねエピソードがある、ちょっと変わった美術界のバトルがあったという曰く付きの塗料なんです。だから今回はこの世界で僕たちは使用権利を得ているんですよ。みんなも使えるだけどカプーアさんは使えないという塗料を使って、貴重なものを使ってるんじゃなかろうかな。まあ確かに世界的な芸術家が使えないものを俺たちは使えるっていう、このなんかファンタジー系のさ、物語とかでさ、あの大魔法使いなんとかだけは使えない魔法みたいな、みたいな、もうそんなレベルしかもこれはマジでその言ってた通り、直視するなぐらいのギャンギャンオレンジらしいし、これはもうね言わずと知れた世界一真っ黒を目指した絵の具で、実際性能としてはもうベンタブラックと 0. 何%の誤差しかないらしいです。その光の。そうなんだ、はい、でもベンタブラックはカプーアさんしか使えなくて、今ちょっとその契約がどうなってるかは分かんないんだけど、当時ねおもろっていうちょっとおもろいエピソードがあって、っていうお話をなんかみんなにしたかったんだ。そうしたかったんだよね。あとは俺はこの世界一オレンジの絵の具が、僕オレンジ大好きだから、めっちゃ気になって、これがとにかく使いたくて黒とオレンジ相性最強じゃん。まあね、そうめっちゃかっこいいと思う、これを使ってお絵描きをしていきたいと思います。カプーアさんごめんなさい。すいません、使いますよ。我々は使わさせていただきます。カプーアさんじゃないので。カプーアさんじゃないので夏梅さんなのではい、ということでこの絵の具たちにある歴史というかトラブルというか、背景は分かったと思うので、ここからお絵描きをしていくだけのパートなんですが、例のごとくまだこの絵の具を使う絵がないので描きます。イエーイ。テーマは復習。テーマは復習いいんじゃないですか。今日ノー構図なんだけど。何が？本当にやばい。待って、絵を描くスイッチが入ってない今。貴様のお絵描きスイッチどこにあるんだろう。でもね、まだ朝早いんですよね。実家に置いたよ。実家ぐらいだったら取りに帰ってほしい。私だけのお絵描きスイッチ。実家なら取り帰るよって思う。わかんない。実家遠い人だっているかもしれんよ。俺近いけど。確かに、ごめん、それは悪かったわ。ね、ピチャ飲むわ。いや、なんか最近さ、牛乳パックのお茶にさ、ストロー直座して飲むさ、高校生スタイルって私が勝手に思ってんだけど、あれがね本当に便利すぎて、だってさ、キャップ開けなくていいし、顔肩も開けなくていいしっていうゴミくずみたいなこと言ってる。いや、そうで、それの良さに気づいた結果、こうなっちゃったんだよね。ペットボトルにもストローさしてんだよね今。そのさ、ペットボトルにストロー刺すスタイルさ、さやさん一瞬業界にかぶれちゃったのかと思ったんだけどさ、そう結構いろんな撮影とか行ったりとかするとさ、いろいろ出してくれるじゃん。そうそう、外撮影とかで、外撮影とかでね、いろいろ飲み物いただいたりするんだけど、その時ってさやとか特にさ、メイクしてもらったりする時あるんで、他のチャンネルっていうか番組出る時とか、外のイベントとかの時で、そうするとさ、唇にリップとか、そうそう、リップ塗るから、そのリップが落ちないようにっつってストローさしてね、なんか渡していただけるんだけど、さやさんがそっちを気にしてると思ってる？本当に1ミリも思うマジで楽なんだよな。どうしよう、何描こうかな。なんかオレンジだからオレンジでも描くか。どういうこと？オレンジっていうのは、我々の友達のオレンジみたいな話ではなくて、フォートナイト自給者の話じゃなくて、フォートナイト自給者オレンジ君の話じゃなくて、突然でもオレンジここに描き始めるのちょっと意味わかんないけど、そうだね、夏っぽい絵を描こうね。オレンジだし、だってオレンジってなんか夏って感じしない？でもなんかさやさんってさ、いつも夏の絵描いてないどうしたなんか夏に何かこうさ、やっぱあるのかな、さやの。さやさん夏好きだから。好きなんだ。概念としての。そうなんだ。でもなんかさ、春夏秋冬の中で私夏が一番エモいと思っていて、昼のさ明るさ
っていうのとさ同時にさ、なんか夕方になってこう暗くなってきて、でなんか日暮がさ、ショー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 って泣いててさ泣いてて、なんかめちゃくちゃ明るいと、なんかこう終わり間際の寂しさみたいなやつをさ、なんか全部持ってない？夏って、まあね、夏休みっていうすごい楽しい期間が終わっちゃうっていう行事的な寂しさと楽しさみたいなのも持ってて、夏ってすごいなと思って。聞いてるよ聞いてるよというか聞いてるだけだよっていう感じがいいラジオだね。あ、いいラジオ。あ、よかった。ゲンさんの筆が進んで、さやさんの筆は全く進んでなくて時々でもさ、撮影中あるんだけどさ、なんかラジオ聞いてる気持ちになる時は相手が喋ってる内容マジ急に待って、曲聞いていい？ダメだろさすがにダメだろ。意味わからない。意味わからない。イマジネーションが足りなくて。嘘、足りない、吹奏楽の曲聴かないからじゃない？昨日の撮影引きずってない？でも待って、順番はまずい。これ吹奏楽の動画より前だ。ちょっとこれ予告、近日中に出る動画でゲンさんが得するだけの放送するだけの動画が上がるんだけど、みじんも再生回数が回る気はしないから、みんなが頑張って見てほしい。ちょっと待って、本当にイマジネーションちょうだい。あ、いい。あ、かけるかける。これでかけそう。会話しながらかける。かけるかける。ゲンさんなんだと思ってる？動画中に喋りながらさ、弾くやついる？動画撮りながら絵描きながら人と喋りながら音楽聴いてる。嘘でしょ？信じられないんだけど、絶対僕無理だ、その丸下すけど。曲聴き始めたらもう俺に絶対に話しかけるなモード入っちゃうからさ僕すごい迷惑だと思うんだけどさ、ギザギザハートすぎる、インスト系なんで僕やっぱり聞くの。あ、そうね、歌詞が入ってないね、本当に集中してアイデアを出さなきゃいけない時は絶対に BGM じゃないとダメっていうか、そのちゃんと BGM になってくれないとダメだから、歌詞は入れないっていう。漫画のこととか考えるとき、私も歌詞が入ってない系だけど、絵描くってなった時に、なんか私の中でその絵にストーリーを作るのに感情移入したすぎて、歌詞ありの曲でなんかもうこれお前のテーマソングやでっていう気持ちになって書きたいみたいなのがあるんだよね。それが一体どのアニメの主題歌だろうが、お前が言っとんやでっていう気持ちで、すげえ勝手なことするんだよ。そう、まあでも気持ちはわかるんだけど、主題歌じゃなくてテーマ曲って概念の方がでかいかもしれない。だからそれこそ吹奏楽の曲とかをもう流して、まさにこの子のためのみたいな楽曲だなこれはっていうのを BGM として使う。わかるね。今からものすごいでかい主語で喋るんだけどさ、オタクって概念ソング好きじゃん？でけえな主語オタクでくくらん方がいいね。オタクってさ、いろいろあるじゃん。だから先にめちゃめちゃでかい予防線張ったじゃん今。張ったわ。でもなんかさ、概念ソングというものを求めてしまうんだよね。なんか魂が。概念ソングってキャラクターとかのための主題歌として当てがわれてないけど、自分はこれで想像しちゃうみたいなやつ、ね。あ、そう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 。いや、わかるけどね。それ見つかった時のさ、ピースハマった感すごいんだよね。待って、本当に何も考えてない。力を貸してゲロさん。撮影中に急にゲロさんの曲聴くことあるんだ。最近ずっと肉ちょもらんまかね、ゲロさん、みーちゃんが。肉調にダダハマりしてる。ダダハマりしている。やばい、曲に引っ張られそう。やめろって。シャンティーだったから今も。ゲロさんのシャンティーめっちゃかっこいいよね。元気になる。あ、そう、さお絵かき食わず嫌いをやったじゃないですか。この間この動画で。ゲンさんやっぱり表情ある子ってあんまり好きなイメージなかったから解釈通りでしたみたいなこと言ってる人がいて、そうなのって思って。僕やっぱり絵描くときに無表情か微表情が好きなの。こんなに表情豊かな奥さんがおりますのに。最近で一番ムカつく顔じゃない。あれかもしれんじゃん。奥さんでさ、表情は摂取し尽くしてる。あ、もう飽きた。もう食べ飽きた表情。そう、表情はもうまあこれでいいかみたいな。こんなに愉快な奥さんがおりますに。どうした？やだー！うるせえな。視線こっちに向けたら嫌すぎてびっくりしちゃった。そんな叫ばんよ。今日絵描くよってなった時に、ゲンさんはこっちの撮影部屋にこもって、で私は隣のねお部屋の作業部屋の自分のデスクで描いてることが多いんだけど、だから私のいる部屋ってベベも一緒にいるのよ。ベベがいる状態で結構これやることあって、私が違うんだけどーとかって家で10代部屋でデスクで言ってて、でベベノーリアクション。ベベ慣れてる。もう慣れてる。何も反応しないからね、ベベマジあいつ。ベベじゃなかったらこの職もやっていけないと思う。それはそう。ベベさ、ここで暴露しちゃうと結構適当な人間なんだけど。いい意味でも悪い意味でも。良くも悪くもめっちゃ適当な人間で、それが夏目さんち的にめっちゃ助かる時もある。そう。神経質な人間は多分ね、夏目さんちと一緒に入れないんだ。起伏が激しすぎて、日常生活というか仕事中のうまくいかない時とかすんごいテンション変わるし。そうそう。これちょっと無理。散歩してくる。
いなくなるから急にいなくなるからさ。そうなんかアイデアがまとまらないとか。そうとか全然余裕であるからさ。ベベ気にしてないって言ってたから、強いね。なんか丸いもの持ってくれない？ゲンさん何でもいいんだけど。むちゃ言い始めて。ねえ、なんか持ってよ。モンスターボール持ってないの？トレーナーでしょ？トレーナー？小学校からトレーナーだったじゃない？折れちゃう。こっち向きでそっち回んない。殺す気か俺の。折れちゃってもよかったけど。ここ最近さ、パラちゃんが何にハマっているかという話をさ、動画内でさ、たびたび報告してきてるじゃないですか。でもね、私ついに見つけちゃったんですよ。やっぱ報告すべきはこれだよなと思って。パラちゃんが一番何にハマっているかって皆さんに教えてしましょう。何ですか？答えは足です。足が好きです、あの子は。本当に足が好きです。好きだね。仕事中とかさ、やっぱさ、仕事してパラちゃんとか戻ってとかってやるんだけど、あ、ママが来たみたいな感じで、すごい喜びさんでこっちに来てくれるんだけど、私じゃないの。私の足なの。やっぱり親からその足っていうものに対しての注目しなきゃっていうなんか感覚を。そういうこと？遺伝子。俺が膝ならあいつは足。嘘だろ。一番熱いコンテンツは米津玄師でもなく、藤井風でもなく、ブルーノ・マーズでもなく、足です。行くぜ。ちょうど2人とも同時にもしかして終わった？でもさやさんね、これ使うんで。さやさん何今回のフローレンジだけじゃなくて別の色も使う派ね。そうなんです。さやさんも本当にこれが気に入っているのでこれ使います。よし行くぞー。例のごとく夏目さんち東大の画材が、なかなか出てこないその現象また起きております。また起きてますねこれは。イエー。わー、ついに筆くれ。どの筆だい？いっぱいあるよ。筆魔女さんだ。なんかちょっと。あんたにはこれがいいんじゃないか。なんでだよ、選ぶない。俺の何が分かるってんだよ。いいかこれで。いいんだよ。もうちょっと細いのがいいよ、ばあちゃん。わがままだね。この筆はあんたにはちょっともったいないかもしれない。魔法がもう終わってきた。もう外した。やっぱり筆に選ばれなかった。選ばれなかった。よし行くぜ。行きな。まず今までねあったこのブラックですよ、ブラック。ああ確かにブラックからいきますか。ブラックからいきます。本当の黒ってやつを見せてやる。うわそう。ひょー。いやいいね。やはりいいですか。やはりいいですよこの真っ黒。太陽を溶かしたオレンジね。早く使いたい。そう、太陽を溶かしたと言われているオレンジめちゃめちゃ使いたいんだ。でもなんかちょっと口説き文句みたいなのね。君の瞳は太陽を溶かしたような瞳の色だね。なんかそれなんか難しいよね。それ喜んでいいのかな。なんだ太陽を溶かしたって。君は僕の太陽。オレンジ開けちゃおうかな。いきな。いいの？なんかここホッチキスで止まってんね。ホッチキスで開けた瞬間ピパーンピャーっていう可能性ある。太陽ー全然ある。まだ直視禁止だから一応触れ込みでは。画面の前の皆さん気をつけてね。開けますよ。3、2、1。あ、お。うわ眩しい。目いたこれ。本当に直視禁止。いや本当に直視まずいだろこれ。まずいことはないけどさ。俺には眩しすぎるよお前は。すげえ。うわ蛍光やんこれ。すんごい。じゃあみんなにわかんないかなこれ。確かに眩しいこれ。眩しい。目がちょっと痛い。ちょっとチカチカする本当に。いくよみんな。うわすげえ色。わかんないな。でもこれ画面上じゃ最近画面上じゃわかんねえ多いな。確かに。うわすごいオレンジこれ。世界一のオレンジを豪語する感じあるな。ある。眩しい。しかもさや下を水彩で淡く塗ってるからさ余計すごいわ。ギャップというか。これ原画見せたいな。またそのパターンだ。原画が輝くパターンやでこれは。輝くかっこ物理みたいな。確かに。じゃあ私も行きます。さやの出してその使おうか。それがいいと思う。行きます。めっちゃかっこいい。いい。お好き。いやーわからん。多分みんな画面上全然わかんねえわ。目が痛いこの絵の具。本当に目痛い。ここで見てて、これ誇張じゃない。これ太陽溶かしてたわ本当に。返してきな太陽。俺たちには太陽が必要なんだよって言われてる、主人公に。返せよたった一人の太陽なんだよ。まあそりゃそう。あれだ自転車とかにつける反射板ずっと見てる気持ち。でもそうかも。ギャー目が待って一回目閉じてさ
もう一回見るとさ色が変わって見える。目が変になってる。直視禁止っていうのは結構割とマジかもしれない。直視し続けると目がバグってるかも。ちょっとなんかバグってる。いや面白。ピピピピしてる。1時間経ったけどでもなんかいい感じのとこまで来たかもしれん。もうちょいかも。なんかさこの動画でさサイリウムで描いたじゃないですか。サイリウムで描いた時と同じぐらい目痛いんだけど。わかる。みんなの目も痛くしてあげたいんだけどそれだけ言うとちょっとすごい嫌な感じ。やばいやつなの。ということで終わりました。終わったよ。ちょっと待って光が漏れてる。さやの方すげえなせーのドーン。おーなんかさや爽やかな明るいな本当にすごいよこれ。いやそういうんじゃないんだよ。角度つけてもねわかんないんだけど、きらめきじゃないからわかんないんだけどすごいんだよ。あげんさんのもかっこいい。なんかすごい謎の文字みたいなのが書いてある。あこれね、ボス戦とかでさ大量刑事に出る敵の名前ね、黒をまとうものっていう。かっこいい。宇宙って書いて黒って読ますゲンさんの中の自分が大暴れしてる。ブラックオリジンがこの子入った瞬間に真っ黒い柱みたいなところに座ってんのこうやって。怖ー、で近づいたらドゥーンってその真っ黒い柱が宇宙みたいな星の柄になってゾゾゾゾゾゾってこうなってくる。わー。とにかく、今回のこの真っ黒っていうのと、光っていうのをうまく対比したいから、黒い感じの絵にオレンジ入れたいなと思って。怪しい感じが出てるね。これなんかあれよくわかんない文字。僕にも意味がわからない多分彼女にしか分かってないこれあれだよ。この間のお絵かき食わず嫌い王のそれよ。あそれね。やがてそれは宇宙をまとったみたいなやつ。一発全部即死攻撃言ってくるタイプの。当たったら終わり。当たったら終わりだから。しかもなんかラスボスという。いやラスボスじゃない隠しボス。隠しボスだよね。多分エクストラステージみたいなところのボスだね。であまりに強そうな彼女の横であまりに普通な絵を描いてしまったなめっちゃこれ夏やな。夏の絵を描きたかったんですけど、麦わら帽子の部分にわかんない。麦わら帽子の部分がそのギャンギャンでものすごく光を受けているみたいな。最初オレンジ持たせようかなと思ったんだけど、こいつに出会った瞬間に思った以上にオレンジだったからこんなの食ったらあかんやんってなってあそういうことね。そうで謎の黒い実になりました。じゃあもうこれあれだ。この子がすごく明るい色をまとっちゃうタイプの子なのかな。かもしれない。その子が最後に出会うのがこいつかも。でそれを感知できる。そうだって見てるもんね。なんか見てるもんね上ね。なんか気づいてるこの子。気づいてそれを感知している。自分の周りをまとってるこの明るい色とこの真っ黒な色って何なんだろうっていうのを常日頃疑問に思ってる子なんだよきっと。ここが合うんだ。ガールミーツガールなんだ。あそういうことなんだ。そういうことなんだ。これだ。ここボーイですけど。君ボーイボーイダメだろそんな下まつげやったらボーイに。ボーイ下まつげあってもいいよ。このボーイよくないってこんなボーイにあったら。かわいそうだってこれにあったボーイが。これにあったボーイがかわいそうでしょ。勘違いしちゃって。勘違いしちゃって。かわいいです。すごいかわいいお姉さんみたいな。お姉ちゃんがドキドキしてだと思ったら大きくなったら。でも俺男だけどみたいな。いやそう。困っちゃうじゃんそんな。みんな好きやろそういうの。みんな好きやろそういうので MSSY ってのがみんな好きやろそういうの。みんな好きやろそういうのが MSS。 MSS だ。夏目さんちは MSS を応援していますそれみんな好きやろ。あそう SMM SMS だ。それみんな好きやろ。SMS を応援しています。いやそれって存在みんな好きやろ。あ多分それもそう。これも SMS。将来的にめちゃめちゃ男の美しい少年。あそうそう。それも SMS。なんか新しい言葉生まれたわ。いつかこの二人が出会う瞬間が来るのか。冒険の先にあるかもしれない。あるな。夢とかで合ってるかもしれない。合ってる。先にすでにね。夢の中でこのさ黒い自分の身の回りにまとってるものがさ、普段は自分の周りにまとってるだけなのにさ、夢の中だとそうって怖い存在。めっちゃなんか急に宇宙みたいな感じでうわーって下にさ落ちてくぐらい沈んでっちゃうみたいな、そんな夢を見てる中、夢の奥果てでこの子に出会うのかな。やば。行きなよ。いいな。なんかいいな。いいな。爪さんちって毎回なんかいいなだけを伝えているチャンネルだから。NIN をおすすめしていますか。 NIN なんかいいな。SMS いいですね。はい、それみんな好きや。今日みんなこれを覚えて書いてください。これテストに出ますからね皆さん。主に理科のテストに出ます。理科。そして今回使ったこちらね。世界でたった一人だけ使えない絵の具。そうです。俺たちは使える。みんなも使える。みんなも使える。ただ届くのが遅い。海外なんで。いやこれすごかった。またこれもちょっとスポットで使っていく画材としては楽しいものをまたゲットしてしまったなっていう感じですね。ぜひ
ひなんかこう原画展とかさ、なんかさまたそういうのができたらさ見てほしいよね。そうこういう画材を今後使って原画としてこうね、お見せする機会ができたら。確かにね。だからなんかスケッチブックとかこういう風に雑に置きたいけどね。ね、床とかにポンって置いといて好きなだけ見てっていう。床ピンクも輸入してるので、届いたらぜひねピンクもまた交えて世界一のピンクを使ってみようかなと思うんですけど、カプーアさんは使えないんですけど面白いな独占しちゃいけないよなっていうことではあるんですね。みんなで仲良く使おうね。一つ学びですねSNS 一つ学びですね。いや、いい語呂ですね。提唱していきたいと思います。なんだ